プーチン大統領は現実を知らない。なぜならば、部下たちはロシアにとって不利な情報を伝えれば、それを理由として自分が更迭されるかもしれない。もしかしたら命の危険性すらあるかもしれないと考えて、本当のことは言えなくなっているかもしれないというのです。いかにも独裁者らしいエピソードですが、本当かもしれないという意味で、関連するニュースなども今回は解説しておきます。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍の反撃がより本格的に展開される中において、プーチン大統領のとぼけた発言といったものがありました。今回は情勢がどのように変わってきて、その情勢の変化をプーチン大統領が全く捉えていない可能性があることについて解説を行っておきましょう。まず最初に前回の解説動画の続報。ロシア軍の大型ドローンが NATO 加盟国ルーマニアの住宅地に墜落して負傷者が出ました。この件に関してプーチン大統領は、一体どこの国のドローンだろうな、現物を渡してくれないと分かったものではない。むしろウクライナのものではないかぐらいな感じで、ロシアの責任といったものを否定しました。一方で EU や NATO はロシアによる侵略がなければこんな事態は発生しないわけで、ロシアに対する非難声明を出し、EU は急ぎ次のロシア制裁案を整えるとしています。ロシア製の大型ドローンとウクライナ軍のドローンは明確に物が違いますから、残骸を調査すればロシア軍ドローンであることはすぐにわかります。しかし認めるわけにはいかないので、どこの国のものだろうなととぼけるしかないわけです。しかしそれによって EU の次の制裁といったものが強化されるわけなので、ロシアにとっては大失態と言えるでしょう。現在 EU 国内にはかつてのオルバン首相のような制裁を止めたり、ウクライナ支援を止めようとするような勢力は今のところは出ていません。ですから制裁をかけるぞとなればどんどんと話は進みますし、ウクライナ支援をするぞとなればこれもまた障害もなくどんどんと進んでいくこととなります。そしてウクライナ軍はロシアに対する反撃を強めています。まず第一に遠距離攻撃ではロシアの国家経済を支えている石油関連施設などに対する攻撃を連日のように行っています。連日といっても実際に毎日全部やっているわけではなくて、おおむね週5日ぐらいの感じで攻撃を行っています。このチャンネルの動画を見ている人であれば、ウクライナ軍の大型ドローン生産がどんどんと進んでおり、今年に入ってからいよいよロシア軍の攻撃数をウクライナ軍の方が上回るといったことが発生したことについて覚えていることでしょう。この状況がさらに加速するというわけです。そして大型ドローンによる攻撃に加えて中距離ゾーンについての攻撃作戦もどんどんと増加しています。前線から50キロからおおむね150キロ以内というのは兵士がたくさんいるというわけではなく、特に補給部隊に対する攻撃が徹底的に実施されるようになりました。この前提条件としてまず攻撃したのが対空陣地と対空兵器に対する攻撃です。衛星写真を元にしてずっと同じ場所に対空兵器があれば、まずそれを狙っていきます。これは重要施設などの直営部隊に対する攻撃としては最もやりやすいでしょう。そしてそれだけではなく現地住民からの情報も入っているとされています。ですから移動中のところを狙うといった動画なども公開されています。臨戦態勢にない対空兵器はほとんど無防備な状態でドローンによる攻撃で撃破されたようです。そうやって防空体制に穴ができればいよいよ本命に対する攻撃が始まります。その中でもちょっと被害額が飛び抜けているだろうと考えられているのが大型の機体に対する攻撃が成功しました。ウクライナ軍はロシアの大型の偵察機であるツポレフ142という機体を破壊したそうです。しかも2機。映像では飛行場にいるところをウクライナ軍のドローンが撃破したという映像となっています。攻撃した後にはさらに後続の部隊が炎上している様子などを撮影しているなどしており、破壊されたというのは事実でしょう。さらに防空体制に穴が開いたといったところから追撃もかけられています。周辺における輸送船に対する攻撃なども行われており、こうした一つ一つダメージを受けると影響の大きいものについて次々と狙いを定めています。今回特に集中的な攻撃を受けたのはタガンロクという場所。これは現在の東部戦線から見てもそう遠くない場所です。逆に言えばそのような近い場所の飛行場に大型の機体があるということそれ自体が油断しているというふうに評価する人もいるでしょう。ただし
従来であれば近かったとしても攻撃を受けなかったという意味では、決して油断していたというわけではありません。その証拠に周辺における対空兵器が配置されていたわけです。しかし、以前に比べてウクライナ軍のドローンの性能が上がっていることから、対空兵器や防空陣地に対する攻撃が終わった後での施設に対する攻撃へと連続的に行われているわけです。ちなみに今回破壊されたであろう大型の機体については、推定被害額については100億円、200億円といったようなレベルだとは思いますが、現役の機体ではないだろうというような推測もなされています。タガンログの飛行場にある機体というのは基本的には整備を受けるかもしくは部品取りをするような機体が配置されているとされており、今回攻撃を受けた大型機についても同型機についての部品取りを行うために置かれていたかもしれないというわけです。そうした予備機であったとしてももう完全に破壊されたわけですから部品取りもできなくなるわけで、現役の機体に対する悪影響も当然あるでしょう。そしてあちこちで行われる補給部隊に対する攻撃は今のところロシア軍にとって非常に厄介な攻撃となっています。というのも最前線における防空体制を整備しようと思って様々な部隊が配備されているわけですが、そこから一旦離れてしまうとそんなに多くの防空部隊はいません。軍用トラックや軍用車両などがあちこち走っているような状態ですから、それらを狙われてしまうとほとんど無防備な状態になってしまうわけです。そのため攻撃が様々なところで成功し、これらに手を焼いているというわけです。主な幹線道路の脇にはそうして破壊された車両が放置されているといったような光景があちこちで発生しています。特にウクライナ軍が集中的に攻撃を行っているのはロシア軍に占領された南部2つの州です。そして早くも補給物資に対する連続的な攻撃が影響を出したと見られているのがロシア軍占領下の南部2州とクリミア半島における燃料不足です。ロシア側の行政官からの通達としては、クリミア半島においてはガソリンについてはもう満タンにするな、20リットルまでだというような話になっています。ただし、そうした話を信じてガソリンスタンドに行ってみても、もうそもそも売り切れていて補充がいつになるかもわからないとして、あっちこっちのガソリンスタンドを巡らなければならないといったような状況が発生しているようです。しかもそうした話がどんどんと伝わっていきますから、私も急いで入れなければという具合にして、焦った人たちがガソリンスタンドに殺到、それがさらにガソリン消費を爆増させることへとつながっています。どんどんと待たされている間もガソリンの消費は進んでいくわけですし、もっと遠いところにちょっと行けばあるかもなという具合にして足を伸ばすだけでも、結局のところガソリン消費量は伸びるという具合にして悪循環がどんどんと進んでしまいます。ロシア政府はこうした状況を考えてガソリンの輸出については現在禁止しています。さらにロシア国内における石油生成能力の減少に伴って国内需要を満たせない可能性が高いとしてベラルーシからの輸入量が一気に跳ね上がっています。今後もウクライナ軍が石油生成施設に対する攻撃を成功させ続けることによってこの状況をさらに悪化させることができるでしょう。ロシア国内で石油を産出してもそれを生成することができないという状況になれば燃料として活用できなくなるわけです。そしてロシア軍の力を削ぎ続けているという状況についても数値は悪い状態を示しています。ここ最近1週間におけるロシア軍の死傷者数について平均値を出してみるとおおむね1100人を超えている状態でした。月間の死傷者数が3万から3万5千人程度であるといった平均値を考えるとここ最近における戦いでもやはり死傷者数は非常に多い状態が続いています。一方でロシア軍の志願兵を集める能力については月間で2万から2万5千人程度とやはり死傷者数と比べると差が大きいもので戦いが続けば続くほどロシア軍の戦力は減少する状態となっています。今のところロシア政府は軍に志願すれば借金2000万円以上免除してあげるといったような話などもし始めており、さらには予備役の人たちに対しても登録情報の見直しをするためにちょっと徴兵事務所まで出頭してくださいという声掛けをして出てくるともう動員令を無理やり突きつけるといったような話なども始めており、ロシア国内における兵士集めは今のやり方では限界に近づいています。さらに海外から騙して連れてくるようなタイプについても様々な国々で悪評が立っていることからロシアに行くのはやばいぞというような話が徐々に兵士集めの障害になりつつあります。
そしてロシア兵がどのような状態にあるのか、この部分についてはロシア側の軍事ブロガーが解説を行っていました。ロシア側の情報によると、現在ロシア兵1人に対してウクライナ軍のドローンはどんどんと増え続けており、この状況の悪化はさらにロシア兵の命を縮めるだろうとしています。ウクライナ軍のドローン部隊というものはどこでも同じようにいるわけではありません。やはり腕のいい人がいる場所であるとか、大量にドローンが配備されている重点地域といったものもあります。ですから、ウクライナ軍の戦力が十分でないところにおいては、ロシア兵1人に対しておおむねウクライナ軍ドローンは20から30機程度配備されているだろうとしています。一方、ウクライナ軍の陣容が分厚いところにおいては、ロシア兵1人に対して70から100機程度のドローンが襲いかかってくる危険性があるとしています。そうした状況下でロシア軍が陣地を奪おうとして攻撃を行うと何が起こるか。ロシア軍側の軍事ブロガーは、新兵の生存時間は現在では20分程度しかないというような解説を行いました。この新兵というのは突撃兵として使われる人の話です。ロシア国内においては徴兵で基礎的な訓練などについてはある程度のことを学んでいる人が多いです。ですから軍に志願した時においてもそうした基礎訓練については大してしなくていいだろうということを前提としてわずか10日間の思い出し訓練を行ったらもうすぐにでも配属が始まり、どんどんと最前線の人海戦術に割り当てられドローンの餌食になってしまうというわけです。ロシア軍としてはそうした人海戦術を積み重ねることによってちょっとでもウクライナの隙をついて前進できればいいぐらいな感じで攻撃を繰り返しているというわけです。以前であればウクライナ軍側のドローンの数が足りなかったり、もしくはロシア軍の方ももっともっと今よりも多くの兵士を投入するといったような形で陣地を広げてきたわけですが、今ではウクライナ軍のドローンは以前よりもどんどんと増えているし、一方でロシア軍側の人海戦術に投入できる兵士の数も減少していることによって相対的なバランスが大きく逆転しつつあるわけです。そしてロシア本国における守りといったものももはやロシア軍だけでは到底守りきれないとして日本では考えられないような政策が実施されます。それが民間企業による軍事力を持つことを認めるという政策です。ロシア国内においては本来であれば違法であるはずの民間軍事会社が実際には存在しているなど、法律についてはいくらでもねじ曲げられるような国です。あくまでもプーチン大統領の意向に沿った存在であれば、今回の件について言うと、本来であれば軍隊が持っているべき軍事力を民間企業が持ってもいいと、正式に認めるような話ですから、かなり本来であれば危ない話です。しかし、ロシア軍だけでは到底ウクライナ軍の戦略資源に対する攻撃を止められないともはや降参するような状態でしょう。ですから、それぞれの財閥企業などに対して民間軍事会社を起こすか、民間軍事会社を活用するか、もしくは自分たちでも対空兵器を装備して自分たちの守るべき資産があれば自分たちで守れみたいな話をし始めているというのです。軍需産業としては民間企業からどんどんと注文が入るから、それでいいと考えているのかもしれませんが、軍事兵器を取り扱う人を育成するにも維持するにも、非常に多大な出費が必要なわけで、民間企業の経営を圧迫することになるでしょう。たとえ兵器があったとしてもうまく取り扱えなければ、結局のところ攻撃で被害が拡大するわけなので、この政策については、かなりの混乱をロシア国内で巻き起こす可能性があります。これまでもロシア軍による、例えば対空ミサイルを撃ったら住宅地を破壊するなんていうことも、これまでも何度か発生しているのであり、それが民間企業による対空防御なんていうのも、空に打ち上げた機関砲弾ですら当然地面に落ちてくるわけなので、それによって被害を受ける人も多発する可能性があります。さて、このようにして、今ウクライナ軍の反撃というものが、遠距離攻撃であったり、補給線に対する攻撃であったり、リロードの奪還であったりといったもので、様々なところで見られるわけですが、プーチン大統領の認識としては、全く異なる様子を見せています。例えば、プーチン大統領は、ウクライナ情勢をめぐって、事態は終結に近づいていると発言したことがあります。この件について、その根拠は何かと問われたプーチン大統領は、ロシア軍の部隊が、あらゆる方面で攻勢をかけていると語ったというのです。こうした発言について、アメリカの政策研究機関戦争研究所は、プーチン大統領が
軍が支配地域を誇張して示した地図に基づき、戦果を誤って認識している可能性が高いと指摘しています。この件については実際に様々なエピソードが報じられています。例えば、ショイグは自分の身分を守るためにプーチン大統領に対しては嘘の戦果報告を繰り返し行っていたという話があります。それは現在でもなお同じ状態で、例えば東部戦線のクピャンスク、ウクライナ軍が防衛を果たしている町なのですが、ショイグはプーチン大統領に対して、もはやクピャンスクは陥落し、その先の町についても、ロシア軍は攻略に取り掛かっているというような話をしたとされています。同様にして、ウクライナ南部における戦いで、ウクライナ軍が領土を奪還した地域についても、軍の高官たちは、ウクライナ軍に奪われたと報告したくないがために、今でもその地域については占領したままです。さらに攻撃を進めてその先の町についても、いずれは攻め落とすことができるでしょう、みたいな話をしているというのです。そのため、プーチン大統領の頭の中では、占領地は今でも毎日のようにちょっとずつ広がり続けており、ウクライナ軍が様々な反撃を行って、あちこちで火の手が上がり、そして領土が奪還されているという事実すら、そもそも知らないという可能性すらあるわけです。さて、そんなプーチン大統領ですが、ロシア国内における支持率は高いとされています。ただし、その支持率については条件がつきます。基本的にプーチン大統領に対して明確な否定的な意見といったものは、それこそ職を失ったり、刑務所に連行されてしまう危険性が非常に高い国なので、プーチン大統領の支持率というのは、おおむね高く出るというような国です。しかし、自由な意見といったものができない国においても、プーチン大統領に対する評価は下がっています。なんとか数値を上げるための方策として、調査方法が変更されました。それが、電話から対面方式への変更です。自由な発言ができない国において、役人が直に向き合うというような形となるわけで、いよいよもって、プーチン大統領に対して気遣う発言が出るはずだというわけです。ところが、こうした調査方式に変えたにもかかわらず、さらにプーチン大統領に対する評価は下がりました。どのような調査方式に変えたとしても、もはやプーチン大統領に対して肯定的に見ることができない人が増えているというわけです。ロシア国内においては、戦場におけるウクライナ軍の奪還などについて積極的に報道しているわけではありません。基本的にロシア国内の人たちは、あくまでも自分の身の回りの生活の変化といったものを中心としてアンケートには答えているとされています。戦時経済の進行に伴って軍需産業関連については潤っています。しかし、経済全体で見ると増税に次ぐ増税と労働者世代の非常に多くの男性が戦場へと連れて行かれて労働者不足が深刻化している。そして企業の資金回りについては高金利でそんなにお金を借り入れることもできないし、国際的な制裁に伴って海外からの資本投入もない。様々な面で悪条件は実は重なっており、戦争に直接影響を受けづらいとされている都市住民ですら、プーチン大統領に対する不信任感を高めているのでしょう。この後もプーチン大統領の間違った判断といったものは続々と続くかもしれません。今回取り上げた話以外にも、前線におけるロシア軍のミスといったものは様々と伝えられているわけなので、そのような情報をお持ちの方は、ぜひともコメントで書き込みをしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックをぜひともお忘れなく。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。